お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が、独ソ戦で予想以上の活躍を見せた3号突撃砲の戦闘室と、ドイツ国防軍戦車部隊の主力戦車たる4号戦車の車体を統合して製造した新型の突撃砲である、4号突撃砲の解説をする。ヘッツァー駆逐戦車、4号駆逐戦車を解説してきて、一旦 LTVZ38 戦車を経由したところ、今度は突撃砲に戻ってきたな。ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズは多くの方にご視聴をいただけており、解説をアップした身としては、後人の至りです。概要欄に再生リストの URL を貼っておきますので、ご興味のある方はどうぞ。ナチスドイツのヒトラー総統は突撃砲や駆逐戦車を師だったようだが、それと同じ感覚があったのかもしれないね。あくまで想像だけど、それでは、4号突撃砲の解説を始めるよ。4号突撃砲のスタートは、クルップ社の研究開発と、ナチスドイツの大物であるシュペヤ軍需大臣の提案だ。有名どころが来たな。クルップ社は軍需企業としても有名だが、フリードリヒ・クルップ、アルフレート・クルップ親子の第二級成長を果たした重工業会社だ。もともとは、蒸気機関車の製造など、鉄道事業で名を挙げたが、プロイセン王国のイルヘルム一世に大砲を売り込んだことを契機に、プロイセン陸軍に食い込んで軍需事業を伸ばしていく。イルヘルム一世に大砲を売り込んだ企業がナチスに突撃砲を納入するとは、時代の流れを感じるな。また、一説には、ナチスのある幹部が、クルップ社に対し、3号突撃砲の戦闘室を4号戦車の車体に装備するアイデアを伝えたのが、クルップ社が動き出した契機という指摘もある。ナチスのある幹部って誰？さっき言ってたけど一応聞くわ。シュペヤ軍需大臣だ。シュペヤはナチス党の建築家として党大会の会場設計などを担当し、帝国首都建設総監も務めた、ヒトラー総統と距離の近い人物だった。帝国首都ってあれだな、ゲルマニア。そう、それ、軍需大臣に就任してからは、ドイツ全体の軍需生産の上昇に寄与し、シュペヤの奇跡と称されるほどの結果を残し、ドイツ国防軍の兵器生産には強い影響力を持っていた。時の軍需大臣に提案されたら、軍需企業としては拒否はできんわな。クルップ社は戦時中ということもあり、号令直下、可及的速やかに開発を進め、新型戦闘車両の設計作業を遂行した。しかも、クルップ社に示唆された構想は、3号突撃砲の戦闘室を使用し、4号戦車の車体をベースにした新型戦闘車両だったが、クルップ社はさらに工夫を凝らして、新設計の戦闘車両を構想していた。どんな設計の戦闘車両を？車体前面の装甲を、被弾軽視を十分に考慮した一枚板で構成し、操縦室を当該装甲で防御するという設計だ。なお、被弾軽視というのは、具体的には、敵からの射撃により被弾した場合に、弾丸のエネルギーを逸らして長弾を狙うために、装甲を斜めにする構造を指す。ナチスドイツ時代のドイツ国防軍が、伝統的と言っても過言ではないほど苦手な被弾軽視を積極採用したプランには興味がある。しかし、残念ながら、クルップ社が突撃砲の研究開発を行っていたこの時期は、まだヒトラー総統やドイツ国防軍全体として駆逐戦車や突撃砲の有用性を認識していたかというと、そうでもない時期だった。また、クルップ社の設計だと、戦闘重量が重すぎるという試算も出たため、クルップ社の突撃砲開発は停滞してしまった。ところが、鶴の一声によって突撃砲開発の潮流が早まることになる。相当の一声か。きっかけは、独ソ戦でドイツ国防軍がソビエト連邦軍相手に停滞損害をかぶった、クルスクの戦いだった。クルスクの戦いを経てヒトラー総統は、突撃砲の有用性に気づき、これの支給開発と量産体制の構築を下令する。その結果、当時のドイツ国防軍の主力戦車だった4号戦車の生産ラインを、続々と突撃砲及び駆逐戦車の生産ラインに切り替えるべく、急ピッチで作業が進められた。さらに、4号突撃砲の開発と生産を爆心させる事件も発生する。どんな事件が発生したの？3号突撃砲を量産していたアルケット社の工場が、連合軍の空爆で甚大な被害を受け、3号突撃砲の生産が停滞したんだ。これに慌てたドイツ国防軍首脳は、
手当たり次第に有名軍需企業に対し、3号突撃砲の生産を打診しまくることになった。それと同時並行で、3号突撃砲の代替となる新型突撃砲の開発と量産も打診されたという経緯だ。3号突撃砲はそんなに優秀だったの？優秀だった。3号突撃砲は、後年西方電撃戦の立役者となるマンシュタイン元帥。当時は大佐だが、マンシュタイン大佐が参謀本部で歩兵支援用の新型装甲車両の開発を上司に提案したことから開発がスタートした。ダイムラーベンツ社がドイツ国防軍から開発業務を受注し、戦闘室を完全密閉型とした全高の低い車両という仕様での発注だった。当初は単身砲を搭載していたが、やがて超砲身の手法に換装され、ソビエト連邦軍の戦車相手に活躍を見せることになる。3号突撃砲の3号という故障部分は、本動画の主役である4号突撃砲が誕生したことに伴い付けられたという経緯だ。両方とも突撃砲だと区別できないもんな。3号突撃砲はその有用性から、第二次世界大戦でドイツが降伏してからも、中東戦争あたりまで実戦で使用されていたらしい。また、3号突撃砲を語る上で外せない存在が、3号突撃砲を駆使してソビエト連邦軍を震え上がらせた機甲戦のエース、ミハエル・ビットマンだ。ビットマンは、ナチスドイツの武装親衛隊に所属する、第 1SS 装甲師団ライプシュタンダーテ、SS、アドルフ、ヒトラーで戦車兵として活躍した武装親衛隊の隊員だ。師団名の独特な感じが武装 SS 的だな。敵軍の戦車撃破に腕を鳴らし、ノルマンディー作戦での対イギリス戦車部隊での先行が有名だが、東部戦線においても、ドイツ国防軍のクライスト装甲集団で3号突撃砲を駆使して、敵戦車を多数撃破した先行を誇る。武装親衛隊ってドイツ国防軍とは別の組織でしょ。なんで武装親衛隊員のイットマンがドイツ国防軍のクライスト装甲集団に配属されてるの？武装親衛隊は独自の士官学校を持ち、志願兵の募集もドイツ国防軍とは別個に行うなど、ドイツ国防軍から独立した組織ではあったが、ドイツ国防軍と比較するとその組織規模は小さいので、第二次世界大戦が勃発すると、基本的にはドイツ国防軍の装甲集団を構成する一つの師団や旅団として、作戦に参加していたんだ。例外もあるけどね。なお、武装親衛隊の旅団や師団は、ドイツ国防軍の部隊に比べて損耗率が高かったらしい。ドイツ国防軍の将軍の中には、損耗率の高さを指摘して武装親衛隊は能力が低いと非難する将軍もいたらしいが、武装親衛隊に言わせると、激戦地の先方部隊など、損耗が激しい部署には武装親衛隊が選択されて配置につく運用だったんだから、そこで勇猛に任務を遂行した結果が高い損耗率なんだと、反論する意見もあったそうな。二つの武装組織だと常に円満な関係ではなさそうだな。少し話がそれたが、3号突撃砲を量産していたアルケット社の工場が空襲に遭い、ドイツ国防軍がその優秀性を認識していた3号突撃砲の生産が停滞するに及び、俄然4号突撃砲に機体が集まる構図となった。次に、4号突撃砲の構造について話をしていこう。何度か言及した通り、4号突撃砲は、ドイツ国防軍の主力戦車だった4号戦車の車体に、3号突撃砲の戦闘室を備えるというのが基本的なコンセプトだった。4号戦車の解説をした日がもはや懐かしいな。ドイツ国防軍の戦車シリーズの中でも、4号戦車の動画が最も視聴されているんだが、なぜ4号戦車が最も視聴回数を集めているのか、アップした側としても理由がまだわかっていない。4号戦車を解説した動画の URL を概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はどうぞ。さて、4号突撃砲の基本的なコンセプトはあるとは言っても、そのまま車体に戦闘室を乗せてもうまくはいかないので、ある程度の調整は必要だった。例えば、4号戦車と3号突撃砲とでは、サスペンションの構造が異なるため、戦闘室の容積を調整の上、不自然に開く隙間は装甲板の溶接で穴埋めするなどの措置が取られた。サスペンションって何？別名は喧嘩装置だ。主に自動車などの車両に備え付けられる、路面の凹凸に対する車体の干渉装置であり、操縦の安定性などを確保するための装置だ。また、
4号戦車の車体の長さは、3号突撃砲よりも長いので、この車体を有用した結果、操縦手席が全部に突き出る形となり、専用の乗降ハッチを取り付ける必要が生じた。もっとも、4号突撃砲の車体は結果として重量のバランスが良く、駆逐戦車などに見られる傾向である前方に重量が偏るという現象を起こすことがなかった。なので、操縦性の良さ、機動性の良さがメリットとして指摘できるだろう。さて、以上の通り、4号突撃砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限下の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。